こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ついにメサがあると言われている伝説の地図33枚目に降り立ちました。いよいよこの企画も大詰めですね。もはやどう突っ込んでいいのかわからないわよ。でも一つだけ、メサが見つかった地図が伝説の地図になるんじゃないかしら。なるほど、鶏と卵とどちらが先かという意見の違いがありましたか。まあそれはメサを見つけてしまえば些細な問題です。まあそれより、実はこのままでは動画全体としてタイトル詐欺になるのではないかという危機感を抱き始めています。今の時点でのプレイ時間は207時間と20分ほどですが、地上に戻った時点でのプレイ時間は109時間半なんです。まだ地上なんてなかったプレイ時間の方が多いのですが、しかしあと11時間と40分経過するとタイトル詐欺時間が過半数を超えてしまいます。過半数で判定したい理由はともかく、この地図埋めるの11時間もかかるの？さて、バイオーム表についてはいつも通りコピー&ペーストです。地図の方はここまで広がってしまっていて、もはや地図丸1枚を3時間ほどで埋めても、地図のエリアは 3% ほどしか増えないというありさまです。さてと、ではまずは海洋を埋めにかかります。陸地にひょっこりメサが見つかるかもしれないのでいつも以上にワクワクしてます。なんで今回そんな前向きなの？まずはラバの松島の周囲を埋めました。海洋を埋め終わるまでラバにはここで待っていてもらいます。それから20分弱で南西側の様子が分かってきました。地図作成時に北西側は通っているので、メサが隠されているとしたら東側半分ですね。さらに東の端に到着したところです。南東側にある大陸はどう見ても乾燥した気候っぽいのですが多分気のせいで、実はメサが広がっているのでしょう。あ、早くも現実逃避し始めたわ。昔々、ある離れ小島に一匹の豚が住んでいました。その豚の島を通り過ぎようとしたらなぜか船が大破しました。めでたしめでたし。短いわね。さて、おおよそ海洋を埋め終わりましたが、結局めぼしい大陸は南東側だけでした。北西の大陸はラバを引き連れるのも面倒なので人力で埋めてしまいます。さて北西を埋め終わってラバの元に戻ってきました。今から南東の大陸に赴きますがどうも一末の不安が出てきています。なんで？ここまで割と順調だったし、海と陸がまとまっていてこの地図は埋めやすそうよ。この地図が伝説の地図であるならばこんな順調にことが運ぶわけがないんです。ひょっとしてこの地図は伝説の地図ではないのかもしれません。さて、何事もなく南東の大陸に上陸しました。川で隔たれている場所も水深が浅いので何事もなくラバで渡れてしまいます。あれ？首と胴体が細い恐竜でしょうか。首から上しかないし、頭のでっかいオタマジャクシじゃないかしら。いえいえオタマジャクシにしては尻尾が垂れ下がってて微妙です。ということは、つまりこれは一番ウッドですね。石と土でできたウッドとは新しいわね。水深を見極めつつ、ジャンプ。また水深を見極めつつ、ジャンプ。罠の難易度低すぎますね。やっぱりこの地図は伝説の地図ではないのかもしれません。考えるだけ無駄じゃないかしら。すぐ近くに茶色い場所がある。これひょっとして、いやいやサバンナの突然変異か。とりあえず登ってみて確認したところ案の定でした。でもサバンナの突然変異は地形形成が特に好きなんですよ。久々に気分転換できそうです。
左右からほぼ同じ場所に水が流れ込んでくるのはちょっと珍しいかもしれません。一応デバッグ画面で確認したらやっぱりサバンナ M でした。よし、ここは一つ満喫しましょう。それにしてもほんといいですね。この独特な地形生成がたまらないです。サバンナ系の突然変異はまだ見ぬバイオーム以外では一番のお気に入りです。きっとまだ見ぬメサはもっと素晴らしいのでしょう。おー、ついにトンネル発見しました。しかし手前に深そうな水があるので残念ながらここはパスです。いいの？水蓮の葉を使えば渡れるわよ。この分だと多分まだ他にトンネルありますよ。うおー、雲が軽々と岸壁を突き抜けている。で、ようやくくぐれそうないい感じのトンネルを見つけました。トンネルはこんな感じで暗くないといかんのです。キノコに寄生されたキツネでしょうか。アカシアの木がキノコみたいね。さらに2分後、なんかの彫像みたいのがありました。随分適当な表現だけどそんな感じね。サバンナ M を抜けて少し進むと久々にサバンナの村がありました。鉄は貴重な地図の材料なのでありがたいです。おお、小屋がアカシアの葉に面白い感じで侵食されてしまっています。小屋とアカシアの木はどちらが先に生成されるのでしょうか。さて、地図の方は南東端まで到着です。乾燥した気候がここまで広がっていました。うおー、待ち人現る。本当に待ってたの？それは嘘ですが、でもエンダーマンに遭遇したのは確か7枚目の地図以来ですし、エンダーパールの予備は欲しいところです。逃げられました。待ち人去って2分したところで、なぜかこんなところに川の落とし物。でも牛さんいないわよ。ということはこれは馬の皮かしら。状況証拠から推察するに馬の皮とみなすのが妥当ですね。大方位置ずれで埋没死したのでしょうけど、貴重な皮をゲットです。登場することもできず埋没死した馬も無念でしょうから、これは拠点で額を飾るのに有効活用させていただきます。そういえばこの地図埋めたら拠点に戻るんだったわね。それから3分して、ピラミッドを見つけました。お宝はまあ普通でしたが、でも鉄も金も消耗品なので助かります。さて、地図もいよいよ残りわずかです。微妙に海に阻まれてますので、ラバにはここで待っててもらって単独行動で埋めてきます。最後に隠されたエリアは残念ながら山岳でした。どうやらまたもメサゼロ記録更新しそうです。まあ仕方がないですね。ちなみにカットしましたが、ここまで縦穴には落ちなかったものの、横穴に一度落ちてしまってます。地図丸一枚穴に落ちないことがなんでか難しいです。豚肉が降ってきた。なんで？天からの授かり物でしょうか。豚肉といえば、空飛ぶ豚の実績解除に失敗して入手した依頼です。そして、この地図の調査完了。まあ考えても仕方がないのですが結局メサが出なかったですね。リスポーン拠点に戻りますが今回はキリがいいのでここまでです。拠点に戻るのってかなり久々よね。調べてみたら28時間ぶり、いえ、今からの移動を含めると29時間ぶりになりそうです。では次回は、ラバと合流して拠点まで往復して、地図34枚目を少し調べるくらいまでを予定してます。それではまたね。バイバイ。